皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。ファーウェイバンド8になりますね。日本でも5月11日の木曜日に発売開始となりますが、一足早く先行レビューということで、ファーウェイジャパン様の方から提供いただいたものになります。非常に楽しみですね。1年ぶりの新モデルということになりますが、このファーウェイバンド7と比べてどんな感じで変わっているのかも含めましてね、実機で比較の方もしていきたいと思います。では、待望のファーウェイバンド8、早速開封していきたいと思いますが、最後までぜひご覧ください。というわけで今回も行ってみましょう。というわけで出てきましたが、かっこいいですね。やっぱりめちゃめちゃ角張っている感じがしますね。セブンと比べましてだいぶね、この丸みがなくなってスクエア型になっているっていうことがわかります。そして付属品になりますけども、マグネットチャージの充電ケーブルが入っています。そしてこちらね、クイックスタートガイドが入っています。またワランティカードも入っていました。というわけで出てきましたけども、外観の方を早速見ていきたいと思います。まず開梱しますと、このように保護シートがディスプレイに貼られていましたので、保護フィルムを貼ろうと思っている方は、まずここの上の部分カットしてしまえば、とりあえずこれがね、保護フィルム代わりになりますので、こういった方法でしばらく使うこともできると思います。ちょっとね、半透明な感じもありますので、ディスプレイがね、見にくいっていうこともあるかもしれません。そしてね、この外観の方見ていただきますと、パッと見の印象めちゃめちゃ薄くなったなというのを感じます。サイドボタン周りを見たとしても、最近よくあるスマートフォンのこう見た感じっていうんでしょうかね。エッジデザインになっていて、こう四角になっている感じがわかります。そしてこの背面になりますが、こちらにね、充電するための金属の部分があります。そしてこちらにセンサーがついています。そして気になるところではありますね。バンドがクイックリリースタイプになって簡単に外せるってことなんですが、ちょっと試してみたいと思います。ここにね、ボタンがあるのはわかると思いますが、ここをプッシュすると外れるっていうことなんですね。はい。めちゃめちゃ簡単ですね。こんな感じになっています、中が。そして外れた方のバンドがこんな感じですね。ですので、これまで使ってきましたファーウェイバンド6やファーウェイバンド7のバンドと互換性は全くありませんので、そのあたりはね、ご注意ください。もうバンド8用のものを使うということになります。今度は装着ですね。ここを押し込むということでもう本当に簡単にバンドを装着することもできます。ということで、重さの方をね、測ってみたいと思います。まず、ファーウェイバンド7がどれぐらいだったかっていうことですね。こちらのスケールでは 28.4g になっています。ファーウェイバンド8はこちらのスケールであれば 23.8g ということですね。ということで、ファーウェイバンド7に対してファーウェイバンド8は 4.5g の差がありました。めちゃめちゃ軽くなってるなっていうのを感じますね。ただでさえも 20g 台ということでめちゃめちゃ軽いんですけども、手で持った感じでもやっぱりね、こちらの8の方が軽いなっていうのを本当に感じます。ではこれから電源を入れ、初期設定の方を済ませてみたいと思います。はい。というわけで、ようやく初期設定が終わって使い始めることができました。すでに文字盤をね、もう書いてあるんですけども、いかがでしょうか。めちゃめちゃかっこいいですね。まず装着具合に関しましては、ファーウェイバンド7と比べまして、つけてる時には薄くなったなっていう感じはしないんですけど、めちゃめちゃ軽量で付け心地っていうのは抜群ですね。厚さに関しましては、ファーウェイバンド6がですね、10.99mm。ということだったんですが、ファーウェイバンド7で 9.99mm、そして今回ファーウェイバンド8で 8.99mm と、毎年ね、1mm 刻みで薄くしてきてくれたわけですね。もうすでに昨年の7で 9.99mm でめちゃめちゃ薄いなというのを体感しているんですが、これより一層薄さっていうのを本当に感じます。そしてわずかに湾曲しているのもわかると思いますので、この腕のね、丸みに合わせた人間工学に基づいたデザインになっているんじゃないかなと思います。それではですね、動作の方を見てみたいと思いますが、まずホーム画面から左右のスワイプをしてみたいと思います。指に吸い付くような動きっていうわけではありませんが、しっかりね、動作してくれてるのがわかるんじゃないかなと思います。指のね、乾燥具合にもよりますけどね、しっかり動作してくれています。そして、サイドボタンを押して、こんな感じでね、見てみたいと思いますが、動きは滑らかですね。このあたりはファーウェイバンド6の時代から非常に滑らかになっていますので、何も問題ないなという感じですね。左スワイプでね、戻るっていう感じでできるようになっています。では、画面の表示領域について見てみたいと思いますが、右側がファーウェイバンド8になります。今回のモデルになります。左側が7になりますね。表示領域に関しましては、
サイズね、1.47 インチのアモレットディスプレイということで一緒になっています。こう斜めにしてみますとね、ディスプレイの色味が違うのがわかると思いますが、8はちょっとベージュっぽい色も黄みがかってる感じもします。そして下から見たところはこんな感じ。そして上から見たところですね。サイドから見たところになりますけども、いかがでしょうか。やっぱりディスプレイの色味っていうのはだいぶ違いますね。そして同時に厚みを見ていただきますと、全然デザインの違いっていうのをよくわかりますし、非常にね、こう、フラット感っていうのがありますね。丸みを帯びている7に対して8は非常にフラット感、エッジデザインっていうのが効いてるなと思います。では気になるところではありますが、バイブ振動の強さについて私の体感にはなりますが、テストをしてみたいと思います。オフに今なっていますが、弱いにします。はい。めちゃめちゃ波長が短くて一瞬ブルッと震えただけですね。ちょっとこれはやっぱり分かりづらいかなと思います。強いにしてみたいと思います。これならね、ある程度わかるかなという感じにはなりますが、以前のファーウェイバンド7よりもちょっと弱いかなという感じは、ちょっと印象としては受けますね。というわけで、ここまで開封と、そしてファーストタッチということでご紹介しましたけど、これからね、しばらく使った上での後半レビューの方をお届けします。はい。というわけで、あれから数日間使ってみた上でのファーストインプレッションをお届けしていきたいと思います。個人的な感想にはなりますけども、良かった点と、そしてここがちょっと気になったなという点もありましたので、そのことも含めてまとめていきたいと思います。ではまず最初に良かった点についてお伝えしたいと思います。まず一つ目、それはですね、この歴代のファーウェイバンドシリーズに言えることなんですが、この8になりまして、より一層その装着感というのが軽量で快適になったということを感じました。こんな感じの装着具合になっています。私は腕周り15センチほどになるんですけども、こういうイメージですね。そしてバンドのね、この穴の部分が上から4つ目まで来ていまして、こういったね、ことも一つ参考になればなと思います。装着してみると、腕との隙間はぴったりになっていますが、非常に薄いことがわかります。こういったね、斜めから見たところ、そして真横から見たところ、こんな感じになっていまして、非常に装着具合がいいです。ここまで言ってしまうとね、過剰かもしれませんが、しばらくしていると本当つけていることを忘れてしまうぐらい快適になっています。ちなみに、今、ファーウェイバンド7と8ともにバンドを装着してみましたが、いかがでしょうか。パッと見の印象としては8はスリムになったことがわかるんじゃないかなと思います。それに対しまして7は丸みを帯びていますので、若干ね、こう大きさを感じるなというのを今更ながらわかります。そして横から見たところ、イメージとしてはこんな感じになりますね。7に対しまして8は角張っているのよくわかるんじゃないかなと思います。ですので、よりコンパクトさっていうのを本当に感じます。装着具合はね、どちらもいいんですが、やっぱり8になりまして、より一層それが増したなというのを思いますね。そして、バンドの材質になりますが、こう見るとね、はっきりと色の違いっていうのがわかるかと思います。7もサラサラしてるんですが、8はよりね、薄くなって、またサラサラとしています。では、良かった点の2つ目になりますけど、それは、こちらですね。コントロールセンターになりますが、これがね、非常に充実したという点で、使い勝手が良くなっています。この辺非常に改良されてますね。では、ファーウェイバンド7と8になりますが、比較の方をしてみたいと思います。まず8の方を上から下に、そして7の方も上から下に。このようにね、スワイプしますと、このようにコントロールセンターが出てきます。表示のね、この時計の位置とか曜日の位置、バッテリーの残量の位置に関しまして変わっているのがよくわかりますね。どっちが使いやすいかって言われるとね、ちょっと好き好きがあるかもしれませんが、これは慣れだと思います。そして8はこのように表示領域が増えていまして、スクロールさらにすることができるわけですね。全部で10種類の機能をここに割り振ってあります。それに対しまして7はこちらの設定ボタンを含めて5項目になっています。こういった面でソフトウェアの違いっていうのがありますね。でしかもよく使う明るさ調整機能が実はここに入っています。この太陽の膜ですね。先ほどもお伝えしたと思いますけども、このように明るさ調整機能にアクセスしやすい位置になっています。7は明るさ調整する際はこのね、やはり設定に飛んで表示、そして明るさの設定ってありまして、数値で変更する形になっています。
1から5までね、調整することができます。このように明るさの調整の部分に関しましても全然ね、こういうソフトウェアが変わっていますので、こういったユーザーインターフェースの方が分かりやすくなっているのかなというふうには思います。さらには設定のボタンはちょっとちっちゃくなってしまったんですが、やはりアクセスしやすくなっていますね。そして懐中電灯の機能もアクセスしやすいですね。ボタンを押して点灯させることができます。こちらの7に関しまして、サイドボタンを押していただいて、ここまでいかないとね、懐中電灯が出てこないんですね。そういった意味で、8っていうのは本当にね、かゆいところにすぐ手が届くような仕様になっているというのがすごくいいなと思います。そしてさらに、タイマーやストップウォッチ、またアラームですね。時計関連に関しましても、ここにアクセスしやすくなっているので、手間が減っているというふうに言えると思います。このあたりですね、やっぱファーウェイバンド7よりブラッシュアップされているっていうのがよくわかるんじゃないかなと思います。そして次に良かった点の3番目になります。それは、スリープモードが非常に便利だという点になりますね。で、スリープモード何なのっていう点なんですが、文字盤のところにスリープとありまして、これは昨晩の睡眠測定の結果が表示されていて、8.4 時間寝ましたよと出ていますね。押してみますと睡眠スコアが出ていまして、この一番下、スリープモードっていうのがあります。こうタップしますと、今ですね、時間帯指定に実はしてありまして、毎日18時から翌日の6時にね、設定してありましてね、この時間になりますと、もう通知とか一切来ないようにしてあります。ファーウェイバンド8は明動しないっていう形になりまして、スマホとかには来ているんですけどもね、スマートバンドではもう一切鳴らさない、画面を点灯させないという風に使用して、睡眠に入る前にあんまり煩いがないようにしてあります。実はスリープモードっていうのはここからも入ることができるんですけども、このようにスリープモードっていうのが入りますと、このように画面が AOD のさらに暗い版みたいな感じですね。時計が表示されていますが、これもうじき消えますね。で、タップしますとまたつきまして、いわゆるこれは就寝時にちょっと目覚めた時に時間確認したいとかですね、本当に暗いこういったね、時刻を確認することができる親切設計になっています。そして次の良かった点になります。それはですね、この睡眠モニタリングの測定結果がこのバンドで見られるという点になります。ホーム画面からこのようにスワイプしてタップしますと、睡眠の測定結果が簡単に見れるようになりました。深い睡眠やレム睡眠とかね、内訳はアプリを通してからじゃないと見れなかったんですけども、ファーウェイバンド8になって、このバンドですぐに確認ができるようになりました。ちなみにこのバンドで得られたデータは、ファーウェイヘルスケアのアプリと同期して、このようにグラフのように見える化してくれてるわけですね。ですので、この深い睡眠2時間18分とありますけども、一番下の濃い紫の部分ですね。これが2時間18分分ありますよと出ています。今日はね、特に深い睡眠多かったので、点数も87点って結構いい方ですので、もしかしたらファーウェイバンド8になってより精度が高まったせいで、より詳しく見れるようになったのかもしれません。なかなかね、睡眠モニタリングの精度っていうのは上がったのかなという気もします。こちらファーウェイバンド7になりますが、ここの右下の部分ですね、これ睡眠モニタリングの結果の画面になりますが、ここにはこのいったね、情報は出てこないんですね。トータルで何時間寝たのかっていう情報しか出てきません。こういった面でより詳しい情報はやっぱりファーウェイバンド8の方が記録されたものが表示されますので、このあたりね、やっぱり使い勝手が一歩進んだのかなと思います。そして次に良かった点は通知に関してになりますが、LINE の通知含めまして非常に良好だという点になります。ちなみに通知の確認はこのホーム画面から上にスワイプしますと、今通知なしと出てしまっていますけども、こちらのところに表示されます。ではこれからですね、LINE の通知がどんな感じで来るのか画面を消灯してテストしてみたいと思います。LINE のメッセージの通知がどんな感じで来るかご覧ください。はい、バッチリ来ましたね。いつもご視聴ありがとうございますと来ました。しかもですね、返信ができるようになっています。例えば絵文字で返すこともできますね。ここから返すこともできます。例えばこのニコニコマークですね。押しましたら、こちらの部分に今返ってきました。このね、ニコニコマークが来ました。しかも通知に関しましては、この LINE の公式のアイコンが表示されているのがめちゃめちゃいいですよね。で、実はですね、この一番ありがとうございますの数の後にニコニコマークの絵文字を使って送っているんですが、絵文字に関しましては表示はされませんでした。しかしながら LINE は今クイック返信ができるようになっていまして、定型文に関しましてはですね、アプリの方で設定することができますので、よく使う文章をあらかじめ作っておくといいかもしれません。では、ありがとうございますと送ってみたいと思います。はい、来ましたね。ももちゃんからありがとうございますと返信が来てくれました。では次に LINE の音声通話の着信テスト、どんな感じになるのかご覧ください。今発信しています。
はい、来ましたね。LINE の音声通話着信中と今出ています。最初の2、3秒で消えてしまいました。はい、不在着信通知が来ました。開けないですね、こちらはね。ということで、どちらにしても通知がしっかり届くってことが分かりました。では、厳選した良かった点の最後になりますけども、それは歩数の精度も極めて優秀だったという点になります。この精度に関しましては、これまでいくつものスマートウォッチやスマートバンド、GPS 搭載のモデルも含めまして、いろんなモデルで歩数の精度をね、いろいろ検証してきましたけども、このファーウェイバンド8ね、めちゃめちゃすごかったです。その検証結果の表を出してあります。これ見方になりますけども、実は1キロの直線距離を Google マップでですね、探しまして、ある地点からある地点まで1キロであるってことをまず確認してあります。もちろんね、数センチ、数十センチぐらいの誤差はあるかもしれません。そのあたりはご了承ください。その上でですが、スタート地点からゴールまで、こちらのこの屋外ウォーキングのこの項目でスタートしました。こんな感じでスタートしたわけですね。そうしますと、この中にですね、歩数データもしっかり記録されますので、ゴール時点でこのように停止しました。そうしますと記録が残るわけですね。そしてこの表の中に人力計測とありますけども、こちらが1395本になりました。これどういう数値かと言いますと、その名の通りになりますが、一歩一歩実は数えました。口で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10風に自分でしっかり人力カウントして合計したものが1395歩でした。ということで、差がなんと2歩になっています。すごいですね。これは誤差なんと 0.1% ということになりました。これはちょっとね、尋常じゃない数値が出てしまいましたね。ということで、単なる歩数計として、万歩計として、ちょっと使ってみたいなっていう方にとっては、群を抜いて、こちらのファーウェイバンド8っていうのは、精度っていうのが高いんじゃないかなと思います。こちらのファーウェイバンド8っていうのは、並外れた歩数の精度を持ってるなと思いました。というわけで、ここまで良かった点のいくつかについてご紹介しましたが、これらは全てね、厳選してあるものになります。ちなみにね、視聴者様の方で気になっている一つの項目があると思いますが、それはバッテリー持ちがどうだったかという点だと思います。実は手元に届いてからですね、数日しか経っていないので、正確なバッテリーの検証結果っていうのが出ていません。今ね、計測中になっているので、少しお待ちいただければなと思います。では後半はですね、ちょっとね、気になるなっていう点もありましたので、その点をお伝えしたいと思います。こちらのね、アラーム機能ありますけども、今7時にセットしてありまして、毎日、そしてアラームというふうにね、名称がついていますが、これプラススマートアラームっていう機能の項目がファーウェイバンド6にはありました。しかしながら、7、8ときまして、それらの機能が省かれています。これはね、ちょっと残念な点だなというふうには思いますね。スマートアラームっていうのは、例えば朝7時にセットしてある時に30分前までの間の6時半から7時の間で目覚めのいいタイミングを測ってスマートバンドがアラームをね、明導してくれるということになります。例えば6時45分かもしれませんし、6時55分かもしれません。目覚めのいいタイミングをおそらくいろんなデータをね、収集していますので、いろんなアルゴリズムに基づいて、今が最適な目覚めがあるっていうことをね、検知しますと、明導してくれるってことになると思います。その機能が8、ちょっと期待したんですけどね、それついていなかったのはちょっと残念だなと思います。アップデートで搭載してくれるのか、ちょっと期待したいなと思います。というわけで今回、ファーストインプレッションになりますが、良かった点と、そしてちょっとここが気になるなという点もご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。とはいえ、やっぱりね、ファーウェイバンド8は非常にブラッシュアップされてるなと思います。非常にコンパクト、より一層スタイリッシュになったっていうのがすごくいいなと思います。そして、スリープモードもそうですし、また睡眠モニタリングの精度も上がっています。また歩数精度ね、なんといっても抜群でしたけども、これだけでも買う価値十分あるなと思いますので、ぜひ、これからスマートバンド、スマートウォッチ検討されている方、お値段の方は8580円ということでなっていますが、もしかしたら実売ね、もっと安く購入できるかもしれませんので、ぜひスマートバンド、スマートウォッチ検討されている方、最初の1台にするのもいいかもしれませんし、今までファーウェイバンド6とか使ってきた方は、もうね、ファーウェイバンド8に買い替えをするのもね、一つ手じゃないかなと思います。バッテリーもね、だいぶ劣化しているかもしれませんので、この際ね、変更してみるのもいいかもしれません。ということで、本日は以上となります。また次のレビューをお待ちください。この動画良かったよって方は、高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。